試合があってないですか？あってない。試合終わった。その後控室に行って、ちょっとそれ以来やめられないだろう。やめますよ。いや引退ですよ。お手がですか？でもなんか練習してますよ。今もウエイトトレーニング行ってきたんですけど、はい、もうそんな感じですね。まあでもなんかこうようやく格闘技が趣味に変わって気楽に楽しくやらせていただいてます。ああ、いいよね。めっちゃいいっす。本当この試合のおかげですげえ幸せな人生を送れてるわって何度も思えたというか、結局そのライジンの中で一番盛り上げるための試合をこうやりたいと思って朝から見るの、そういう振り返ると寂しさも感じるなみたいな。なんとも言い難いものがありますね。試合終わっていて。いい緊張感で、迎えられましたね。ちょっと眠いんで寝ようかなぐらいの感じで。あとはもう今日やるんでリングの上で分かるんじゃないですか。結果が出てもね、それは格闘技ですから。いや、めっちゃ寝れました。はい。すげえ。走っちゃいましたね、テンション。捉えてるのかな。綺麗だなって思いました。いや、よかったです。いや、最高だったです。開会式から。いや、これを自分たちで、まあ朝倉未来があってのあれですけど作ってきたのがあって、すごいたくさんのファンの声が聞けて身近に感じれたというか、すごいなんか熱量が感じましたね。今回初めて来てくれた人も多かったみたいで、結果は負けたけど雷神という素晴らしい舞台を見せることができたなと思います。ちょっと緊張しますね、なんかはい、僕が練習の環境もすごくいいですし、いろんな技術もこの海外のコーチたちから吸収して、今までよりも一段階レベルが上がってると思うので、まあその部分を見せてくれるんじゃないかなと思います。まあ
でもねちょっと久しぶりの試合だし、まあ少しまあ心配なところもありますね。やっぱしてない集中力と練習量と、もう私が何も言うまでもなく、自分で自ら、追い込んで仕上げていくように。不安も一切ないくらいいや、まあ勝負は不安は常にありますし、なくしちゃいけないんですよ。不安とか心配っていうのは絶対勝てるとか絶対負けないとか、まあ、それは試合中に思うことなので、それはなくしちゃいけないですけど、正直ちょっと今回はその負ける要素がなかなか見当たらないっていう感じですね。言える範囲でどういうところが試合に鍵になるかというのを改めて。いやないっすよ、普通に総合格闘家と打撃の強いファイター試合になると思うんでそこの差が出るんじゃないですか。ありがとうございます。朝倉未来もすごい仕上げてくるっていうのは分かってたんで、実際ああいう JTT みたいな感じでチーム組み直してアメリカ人のコーチつけて、アメリカのさカレッジレスリングのそのテクニックみたいなのって技術とか一つ一つ本当やってるから、朝倉未来多分丁寧になるだろうなと思ったんですよね。その技術に自信持って前の良かった喧嘩強さみたいなのがよりちょっとアスリート向けになってしまうという、技術的になってしまう。打撃もなんかシャープに意識してやってたんですけど、あんなんよりも多分荒々しい感じで来る方がまだ強みってあったのに、急になんかまっすぐやり始めて、もう完全にこれはもういけると思って。しゃっここ格闘技の聖地埼玉スーパーアリーナにお集まりの4万人の皆さん、ヨギボープレゼンツスーパーライジン3、いよいよメインイベント朝倉未来対平本蓮、決着の時が迫ってきました。さあ5分5ラウンド、この LLS ラストマンスタンディングのベルトがかけられた一戦になっています。さあ4年間にわたる因縁のドラマはいよいよ結末の時を迎えます。メインイベント、皆さん準備はよろしいですか。ラストマンスタンディングタイトルマッチ、朝倉未来対平本蓮、決着のゴングです。朝倉未来と戦いたい、この青年がその野望を口にすることがなければ、今日我々はこの景色を見ていなかったかもしれない。言霊の魔力というべきか、野望を宿命に変えた制御不能の黒きカリスマ。さあ運命の場所、宿命の場所は今目の前にあります。これテンション上がったな。熱量がすごかったです。会場の歓声めっちゃ気合入りましたね。やっぱこの聖地埼玉スーパーアリーナスタジアムバージョンの大きさは、平本が追いかけてきた夢のでかさなのかもしれません。平本蓮が愛と殺意の拳とともに朝倉未来を待ち構えます。もし万が一平本に負けたら、俺は格闘技人生引退します。勝てば格闘家人生王座体感への続き。めっちゃ揺れたんですよ。シャドウした時苦手なんですよ。だから
一緒にヘリ乗ってる楽勝ですって言ってたから。いやいや楽勝じゃないですよ。あれ怖かった。はいはいもちろんもちろん。100% 自分が勝つと確信している。だからこそ己の首をかけた。ギラつく危ない朝倉未来が帰ってきました。富と名声は手に入れた。あとはチャンピオンベルトか。ただその前に黙らせなければならないあいつが今目の前にいる。男は路上の伝説から今夜ライジンの伝説になる朝倉未来。スーパーライジン3メインイベント、この決闘は完全決着が求められた LMS ラストマンスタンディングタイトルマッチです。本日のメインイベントライジン MMA 特別ルール。朝倉未来のファンたちが未来顔占い界隈みたいなのいますよね。朝倉未来の顔つきで調子を伺うみたいな。いや別にそれで超入ってるじゃないですか。あとあの頃の未来が帰ってきたみたいな界隈もいる。めっちゃ俺やたら朝倉未来のファンから超俺なんか送られてきたんですよ。お前を負けるみたいな。で未来この目を見るみたいな。もう最高の未来が来たでいいのに、あの頃の未来引きずりすぎてその一番本人が萎えるからねっていうやつですからね。ついにあの男の目の前に立ちました。そして一礼指を立てる平本蓮。朝倉未来、呼び覚まされた闘志に見え隠れする愛憎朝倉未来。ついに向き合いました。リング上で朝倉未来と対峙した時はやっぱプレータスケのね心が武者震いというか、ついに来たかっていう。体がマジですごい変わってて、それは本当に感じて。リング上で苦しい時間にしてやりたい。判定ではなく1本かけよう。1ラウンドで決めてやろうと思っている、そう話した朝倉未来。さあ朝倉未来、平本蓮、第1ラウンドが始まりました。最初から前半勝負だなと思ったので、前半目が慣れてない瞬間というか、朝倉未来も1ラウンドから俺ガンガンいってます、喧嘩なんでって言ってたんですけど、絶対来ないと思ってたんですよ。もう 100% 来ないって思って、作戦も組みましたね。とにかくいつもよりもっと遠くしちゃうんですよ。打撃も無理だけどタックルももう入ってくるんでありえない距離っていうか、打ち合いには来ないんじゃないかなって思ったので、組はもうここが徹底して、打撃パンチで倒せっていうだけです。ハーフとか、まあ、聞きは しないけど、なんか想像より強いなって思ってます。そうですね、見ていますか。ちょっとお互い今様子見て、ファーストコンタクトちょっと見たいですね。この間合いの取り合いです。一新してファイトスタイルはさらに面食らわせたかったんですよ。構えた瞬間ちょっと堀口意識ですよ。今回試合前にもともと堀口さんとか空手が教わってた二平さんって方の、その二平拓郎さんって方を紹介してもらって、ああいうステップとかちょっとこう抜く感じとかは練習して、堀口さん意識みたいな感じのステップです、あれは。動きがまんまその二平さんの動きとかもやるのも堀口教授だし、ただこのステップを真似するのはまあ到底昔から積み上げてきてスタイルがあるので、伝統派になりすぎると僕の体が向いてないんで。でも K1 の時とかキックボクサーの時って結構ステップは踏んだりとかしてたんで、もともと自分のある動きと、今新しく練習してきたその動きで共通した部分が全部あるんで、それを自分で噛み砕いて作ってきたって感じで、平本蓮スタイルですね。ものすごい小坂さん緊張感ですね。ただ平本選手ステップをやめ出しましたね。腰を落とし出したんで、これ打ちに行く構えだと思うんですよ、ね。なるほど。体重乗せて打つための
Yeah, our plan was to take him down and beat him up, but it didn't go that way. Things change, right? You're in the fight. Maybe he wasn't feeling it. Maybe he wasn't seeing the opening, and that happens. I mean, 作戦ではもっとテイクダウンすぐ行くっていう作戦だったんで、もっとなんか打撃やりづらいのかなと思ったんだけど、なんかまあまあいい勝負できるなって打撃だけでもっていうのを感じてしまったですね。ヤーマンと怪物くんの試合とかももろにそうですけど、やっぱストライカー同士の戦いでどっちかが組み技選択した方が負けると思うんですよ。基本絶対自分の長所を選択したら勝負で勝てるじゃないですか、絶対に。普段だってそこで勝負してるのに急にその自分よりレベルが高いものが来た瞬間テイクダウンに行くとかって絶対いけないと思ってて、だから朝倉未来もどっからやっぱストライカーなんでこう組むっていう考えよりかはしっかりなんていうんですかね、とにかく効かせるっていうのはすごい意識してましたね、一発で。平本選手はね、やっぱり自分の効かせられる距離っていうのはもう把握できてるはずなんです。突っ込んできた左ストレート。この辺で意外に当たるわと思って。左ストレート。あと拳込む踏み込めば入るなっていうのが。長いんで、ただ1ラウンド目取ることってすごい大事なラウンドマスなので、1ラウンドごとに優劣つけるので。ここで終わない。いいリアクションだ。ここで終わない。ロープ行くまでは大きい攻撃は入れないようにしようと思いましたね。リングをうまく使おうっていうで、ロープ際にだいぶ追い詰まってきたんで、はい、どちらが先に仕掛けるか。そうですね、はい、サービストレート。もうちょっと遅に構え直して、はい、なんとか避けてる感じではあったんで、もう入るかって思いましたね。今左狙ってるね、左の体。そうですね、お互いまだ探ってる状態なんで、まだ展開大きくはできないですね。はい、近づいた。はい、近づいた。はい、近づいた。こう反動思いっきり要は空振りさせたかったんで、こっち見しての左ですね。いやもう本当一瞬の隙というか、なんか出してきたら絶対カウンター合わせるっていう今だと思って何度もやってきたステップで、それは思いっきり出て。よかったマジで、練習めっちゃして。近づいた。ちょっとぐらついた朝倉。さあ連打。聞いたら絶対一気に頼みかけようっていうのをずっと練習してたなと思ったんで。いや本当今までありがとうございました。多分飛んじゃってたんで、多分試合終わったばっかで。記憶ないっすね、興奮すぎて。そんなことあると思うしそして今顔を血に染めながら何を思うか朝倉未来。
すいません、いつも何か喋るか考えてるんですけど、今日何も考えてなくて。いやもっとかっこつけるパフォーマンス考えてたんですけど、全部飛んじゃったっすねまあでもよかったです。ごめんなさい、もうちょっと早く帰りたいんで、この辺でありがとうございました。意識どうですかね。伝わりますよね。ちょっと飛んだりとか。いや大丈夫です。ちょっとみんな頭痛とかないです。調子は良さそうでしたよね。良かったですね。コーヒースチーム。どうですかね。なんかちょっと警戒しすぎてた感じはあったですかね。もうちょっとねアグレッシブに手を出してタックルを早い段階で仕掛けていけたらよかったですけどね。また変わったと思うんですけど、若干硬かったかなと思いますね。やっぱり。いや悔しいですね。でも。次の日ぐらいに吹っ切れましたね。もう終わったなみたいな、綺麗に。逆にあれが惜しい試合だったりとか、ラッキーパンチとかそういうのだったら悔いは残ったかもしれないけど、やってきたこと出せてないじゃない。まあそれはそうですけど、まあ、それを含めての実力なんで、結果的にああいう一番最大の舞台でああいう負け方をして、なんかね格闘技の残酷さっていうのも見せれたというか、ある意味ポジティブに受け取れば、まあそれも格闘技じゃないですか。俺が勝って綺麗な感じもいいけど、どうなるか分かんないっていう美しさもありますよね、格闘技の。まあ平本に任せましょうあとは信じられないっす。夢見てんのがとんでもハンマーパンチだった。いや、僕はこちらに逃げたら総合をかけてこれら側の方に。He's the one. He's the one. やべえ、嬉しい。めっちゃ嬉しいです。柿村さん喜びますよ。こんだけなんか嬉しそうに言ってたじゃないですか。俺チャンピオンですから、もう来日チャンピオンなんで、はい。似合ってる人がいると思う。明日から毎日外にね、持ち歩いて。あ、どうも。いや、正規のベルト、こっち正規ですから。うん。まあ、俺が価値上げていきます。研究してた通りの、はい、感じです。一瞬も舐めずに過ごしてきたからこそこの勝利だったのかなとずっと見てきたんで、そこに尽きるですかね。ちょっとゆっくりして。はい、ありがとうございました。ありがとう。さすがに引退です。
まあでもまた何か人生って分かんないじゃない。だから今の三國の気持ちが半年経ち1年経ち2年経ってまた違う気持ちが湧いてくると思う。これは分からんもんね。でもこのまま終わらせたいです、僕は。多分絶対彼は引退しないと思います。戦いたくなると思うんで。とにかく朝倉未来ありがとう。そして引退しないでください。朝倉未来がいたからこんなに情熱持ってやってこれたし、ファイターの差がじゃないですかね。俺もあるし朝倉未来もある、みんなあるけど絶対戦えばまた復活するっていう。俺がもう一個の偽物のベルト取ったらまたやってもいいかもしれないですすごい数の DM が来ました、インスタとか。今回は未だに来ますね。なんかこのままやめるなみたいなね。格闘技やっぱ好きなんで寂しい気持ちもあるから、なんかね難しい感情ですけど、はい、まあありがとうございましたと。ライジン膝右衛門君とね最初試合しましたもんね、弟。あれから7年ちょいぐらい経つのか。いやまあ俺フェザー級のチャンピオンだったんでチャンピオンらしく駆逐していこうかなと思います。とりあえず手始めに鈴木千尋をぶっ倒したいですね。朝倉未来を破りました。手挙げられた時にいたのを見つけたんで、なんかこいつに解説されてんの腹立つなと思ってそして今顔を血に染めながら何を思うか朝倉未来。おっと今激高した鈴木千尋選手。成長したな千尋も爪痕を残してくるようになったというか、いい意味で、めっちゃだって短期ですもんね。切れすぎだろみたいなやり合うシーンがありましたけれどもね。まあなんちゃってベルトが一番お似合いなんじゃないですか上がってこれも上がってこいよって、やりたければ勝ち上がればおのずとやるのが格闘技なんで、俺裏で喧嘩買うんで、一生ドブネスでもあんまりさせてやりますよ。そうですか。上がってこれないですね。あの野郎、あれも取ります、今やったら余裕で勝てるな。10回やって10回同じ内容で瞬殺できます。おっと今激高した鈴木千尋選手。いや最高だったなって思うんですけど、ただそれで多分浸ってたら引退した人と変わんなくなっちゃう。だからあなたが何かを作っていかないと。大事なチャンピオン目指すのが、もちろんそれは変わりがいいんですけど、その追加でこうプラスのチャンピオンに行くまでの過程というか、俺に興味ないやつどうやってこう刺さるの何こいつってまた思わせるようにするにはどうしていくかっていうのを考えてます。自分が多分その面白いと思えるストーリーを考えつければ絶対それはまた爆発できると思うので。なんか新しい次の未来に向けてなんか見るとまた考えてやろうよ。企画力あるんでリスペクトを感じますよね、他の人たちから格闘界がちょっといい風に伝わったっていうのが分かりますね。じゃあ皆さんまた会う日までごきげんよう。どういう風に変わらっていくのか。
世間でですね、平本選手の疑惑についていろいろ SNS で取り沙汰されてますが、タイトルマッチとグランプリの場合は全選手、厳正なる、検査を行っております。平本蓮選手も朝倉未来選手も両選手検体を採取しています。それを空輸してアメリカの検査機関に送ってます。検査機関名は SMRTL スポーツメディスンリサーチ&テスティングラボラトリー。尿イコール検体から、陽性反応が出ればルールに基づいてですね対処する、それ以上それ以下でもないという状況です。その検査結果が全てです。